今回の講座では、花を入れる順序、後から花を、加える方法、あとは結束とカット処理について学んでいきます。少し前回の、シルエットの復習なんかをしながら、ブーケを完成させていく授業になります。よろしくお願いします。はい、でまずは花を入れる順序についてです。先ほど少し触れたんですけれども、基本的には、この塊のお花、マスフラワーと呼ばれるバラのようなメインのお花とか、このダリアとか、ラナンキュラスを、順番に入れていきます。で同じお花がすごく連続してしまうことを避けたいので、基本的に、バラ入れたら次は別のお花別のお花っていうように入れていきます。で塊のお花を3つぐらい入れたら、小花入れて、また塊のお花を入れて小花を入れてっていうようなサイクルを回していきます。ですごく、絶対的なルールとかではないので、だいたい自分がリズミカルに軽やかに作れるようなテンポがあれば4本入れて2本入れてとか調整していただいて大丈夫です。例えば、お花を作っている途中に本当はここに入れたかったんだよなというような場合があっても、スパイラルブーケの場合だと、途中から後からお花を入れることができます。すべて、茎が螺旋状に組まれているので、その螺旋に合流させることができれば、後から支障なくお花を入れられます。例えば、お花ここに入れたかった場合だったら、ここにお花を差し込んでいきます。で手元でこの螺旋の角度に合流するように合わせて引いていくと、ここの入れたかった位置にお花を後から入れることができます。でただ、後から入れる場合、だいたいこういう細い茎のもの5ミリ未満ぐらいかなだと、入れやすいんですけれども、茎がすごく太いもの、例えばこの枝物だとかなり、茎がゴツゴツしていて太さもあるので、これを後から入れようとするのはちょっと、難しいです。手元が崩れてしまったり、周りのお花傷つけてしまうことがあるので、なるべくこういったお花は後から入れずに、ちゃんと順番通りに理想の配置に置けるようにしていきましょう。で、次にシルエットの復習についてです。先ほどの丸いドーム状で、角度は今回は比較的平面に寄せて作っています。で作り進めていく作業は基本的には今まで説明したマスフラワーメインのお花を入れて小花を入れてっていうサイクルを繰り返していくので、一旦それで進めていきます。で途中で気をつけたいのが、今回だとオレンジと紫っていう比較的コントラストが強い、差がしっかり分かりやすいお花を使っているので、引いてお花を見た時にこっち側だけすごいオレンジが偏っているよねとか、こっちだけ紫固まっているよねっていうのは、ないようにして作っていきます。で今回3種類用意している葉物なんですけれども、この花束のこの中に入れ込むか外だけに添えていくかっていうのはデザインによって分けていることが多いです。で花束の中にお花を葉っぱを入れ込む場合っていうのは、比較的ナチュラルに見せたい時であったりとか、あとはこの葉っぱ自体が花束のデザイン色合わせの役割を担っている場合に入れていきます。今日作るデザインでは比較的このお花自体の色合わせをメインに見せたいデザインにしていて、葉っぱはあくまで額縁のようなイメージで使うので、これはあんまり間に入れないようにしていきます。
なので花束の重心はほぼお花だけで構成していて、外側は葉っぱで囲うようなデザインです。あまりにもお花のラインと葉っぱのラインっていうふうにくっきり出てしまうと、それはナチュラルではないので、外側に行くにつれて少しずつ刃物を入れていきます。で入れる際、この大きい葉っぱが急に入ってくるよりは、細かい要素になっている葉っぱを先に挟んであげると、より花と葉っぱの階層がきれいになじみます。でこれも繰り返しなんですけど、必ず集中して一方向から見るのではなくて、定期的に高さ変えたりとか角度変えたりして、どっかなんか配置がおかしい場所ないかなとか、シルエット崩れてる部分がないかなっていうのはチェックしていきましょう。で後の工程になればなるほどちょっと修正が大変になってくるので、早い段階で軌道修正できているといいです。で今日は、少し普段なんかお花屋さんとかで目にする花束よりはちょっと大きめの花束を作ってるんですけど、これはもう本当にちっちゃくても大きくても同じ技術を使って作ることなので、今日お伝えしている内容に関しては、必ずなんか基礎として身についていると、どんなデザインでも汎用的に使えます。でラウンドブーケなので、全体のアウトライン、外側の形を見た時に丸になっていることがすごく重要です。今、僕の状態を見ると少し、丸ではなくなっている部分、ここに今穴があったり、少し穴が開いている部分はやっぱり途中で散見されるので、そこをこれから足していく花材で埋めていきます。下処理の段階で外さなかった葉っぱの位置でも実際に組み進めていくと、実際にはこの手の位置にかかってしまうことがあるので、そういう部分はその都度外して入れていきます。で今時点でだいたい8割ぐらい完成していて、あとは残っているお花でバランスの調整をして、最後に葉っぱで周りを囲っていくような作業になります。